ちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。前回の V キャストでようやくというかついにカフェを始める決心がついてクラウドファウンディングを立ち上げたお話をしました。その後いろんな方に好意的なお声掛けをいただいたり、数年会えていない友人からメッセージをもらったりとか、それだけで胸がいっぱいになって思い切って夢を表明してよかったなと心から感じていました。クラウドファウンディングの目標額には遠く及ばずになったとしても、私がこれから犬と人がシェアできるスイーツカフェをやるんだっていうことを一人でも多くの方に知っていただける機会になれたのなら最高だなっていうふうに思います。ああいうふうに公開することで自分の夢に責任を持つことができて、それによってすごく活力が湧いてきているというメリットにも気づきました。やりたいことを周りの人に話しておくっていうのはいいことですね。こんなサービスを作ろうとか、あんな企画やイベントもいいよなとか、そういったアイデアもどんどん出てきて、忘れないようにメモをするのが大変なくらいになっています。私はよくインスタでつながった初めましての方に会うと、だいたいパティシエなんですかとか、お仕事でスイーツ作ってるんですかっていうふうに聞かれます。一部は確かにレシピ制作でお仕事の部分もあるにはあるんですけども、パティシエではないですといつもきっぱり答えております。今となってみれば製菓学校とか通ってお菓子作りの基本を体系的に学んでおいてもよかったのになっていうふうに思ったりもするんですけども、当時は職業としてやる気は全然なかったんですね。好きなことを仕事にしない方がいいっていうふうによく耳にしていたし、そういうことを言う大人たちが周りに多かったんですよね。今は逆に好きなことをやりなさいみたいに言われることの方が多いと思うんですけどもね。私も断然そう思います。絶対に好きなことを仕事にした方がいいなって。アルバイトで一度、今でも現存する人気のあるカフェのキッチンで働いたことがありました。そこではスコーンを焼いたりサラダを盛り付ける担当をしていました。プライベートでもよく行っているカフェだったので、そこのスコーンが焼けるっていうふうに思うとワクワクする反面、現場がすごく厳しくて指示を出す人がいつも怖い顔してるんですよ。早口でなんだかいつも怒ってる感じで、それで全然楽しめなくて、お仕事萎縮しながらキッチンに立っていました。お菓子作りってもっと楽しいはずなのになとか、お客さんの喜ぶ顔を見れるのは幸せなはずなのになとか、そんなことを思いながらやっていたので続かなかったです。厳しすぎる環境とかやたら怖い人がいるところは本当に無理で、だから
学生時代も本当は運動部に入りたかったんですけれど、私が学生の頃って体罰とか普通にあったし、上下関係も厳しかったし、先輩に対しての謎のルールみたいなのがあって、そういうのも我慢できないたちだったんですよね。なんでそんなことしなきゃいけないんだろうとか思って、運動したくてやるはずなのに、なんかそれとは違うところでものすごく気を使わなくちゃいけないんだなと思ったら、運動部入れなかったんです。それに近いのかなっていう気もするんですけど、思い返してみると、何らかの理由で本当はやりたかったのにやらなかったことって私すごいあるんだなって気づきます。やって後悔するよりもやらないで後悔することの方がもったいないですよね。ついでにお話をすると、学生時代に経験したアルバイトは他にスーパーのレジ、飲食店のホール担当、新茶の袋詰めなんかもやったことあります。それから社会人になってからは社会勉強として銀座のクラブではなくクラブの方です。そこで働いたこともありました。これまた全然合わない環境で数ヶ月で辞めちゃいましたけど、話を戻すと、忍耐力のない私には向かない世界なんだなっていうふうに、その時にどこか諦めてしまったのかもしれないです。カフェっていう世界に対して。その後いろんな業界で業種のお仕事を経験して、紆余曲折あってようやく今につながるんですけれども、世の中がコロナ禍になった時に人生の予定が狂って、その年は海外を転々としてリモートワークをしようと思っていたんですね。2020年初夏の頃にまずはアムステルダムに行く予定にしていて、ホテルも目星をつけていたんですよ。ところがっていう感じになっちゃったんでね、それどころではない状況になってしまったので、じゃあこれからどうしようかってなって犬を飼うことにして、ジョイがやってきて、ジョイのおかげでインスタを通してたくさんのお友達ができて、素晴らしい友人とも出会って、カフェを作ろう、私にはこれしかないっていうふうに、そんなところまでたどり着いて、この年になるまでずっと仕事も人生も模索していたんですけれども、人生の後半は本当の自分の夢、やりたかったことを実現して、それを楽しんで生きていくことになります。来月は2025年最後の月ですね。本当に早い今年。何してたんだろうって思っちゃう。12月は1年の中でも一番好きなイベント、
クリスマスが控えているので、次回の V キャストではクリスマスケーキを作りたいなっていうふうに思っています。もちろんジョイと一緒に食べられるね。もしもいい感じにできたら来年にはなりますけれども、フォートゥーカフェのクリスマスケーキにそれを出せたらいいなという目論見みもあります。例年なら11月に入った途端にクリスマスのデコレーションをお部屋にやったりとかツリーを出したりとかしてたんですけど、今年はなんだかカフェのことだったりとか仕事のことだったりとかであんまり気持ちに余裕がなくて、気づいたら11月末になって部屋は殺風景っていう感じなんで、来月早々にねクリスマスのグッズ出してきて V キャストではクリスマスムードを少しでもお伝えできたらいいなと考えています。またよかったら遊びに来てください。今回も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。次回の V キャストでお会いしましょう。